諸国百物語第36話キリシタン宗門の者の幽霊のこと。伊勢三重の津にキリシタンの信徒がいた。江戸からのお達しによりこの者どもを逆さづりにし成敗した。その後乙部というところで遺体を燃やして灰にした。それから2、3日が過ぎた夕暮れ時のことである。侍が2、3人連れで古川というところを通っていると、美しい女が兜をかぶって下女に袋を持たせ通りがかった。侍たちはこの女を見て、このような女は伊勢では見たことがない。どこから来たのであろうか。と不思議に思い、そろそろと後をつけてみれば、この女、乙部の方へ歩いてゆく。そして、例のキリシタンを焼いた穴のほとりへ行って、一心不乱に骨を拾い始めた。そうするうちに、どこからともなく、連れの女たちが2、3人現れて、同じように骨を拾い集めた。そうしてしばらくすると、皆消え失せたということである。伊勢、三重県津市には、このキリシタンの処刑を記したであろう史実がある。津城跡にあるお城西公園にひっそりと佇むキリシタン殉教記念碑には、その恐ろしい処刑の様が刻まれている。寛永5年、西暦1638年、この年、中島長兵衛という男が300石を喰らう邪教であると役所に訴え出た人があった。幕府のお達しによってこの夫婦を捕らえて問いただし回収するようにと勧めたが、夫婦ともに聞き入れずに至り、当時の処刑法に倣い、摂津丸の内式部の蔵の前で生きながらに逆さ貼り付けにかけられた。人々はこの見慣れぬ刑罰を恐る恐るも遠巻きに見ていた。4、5日が過ぎると役人がやってきて鍵を外し、縄を下ろして湯水を飲ませたが、それでも一向に回収しようとはしなかったので、再び逆さ貼り付けにかけられた。日が経つごとに顔面は大きく腫れ、言葉を発することもできなくなり、7、8日が過ぎて、ついに息絶えた。その上首は、東瀬川の下流の木にかけられて、晒し首にされた。その首は、倍にも腫れ上がっており、見る者は皆、恐れおののいた。長兵衛には男2人の兄弟の子がいたが、この兄弟も父母の前で打ち首となった。そうして東瀬川にはこの4つの首がさらされたということである。これは東堂藩士に残された史実であり、また
遺体を灰にした乙部という地名もここからほど近くに残っている。宗教弾圧の血塗られた歴史は世界中の至るところで幾度となく繰り返されてきた。信仰の形は違えど、人の祈りは同じであるのに。